待たせしました。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはービバノノ。はーい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今私の左側にいるのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん。右側にいるのが白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ーっと、今日は話のネタがございません。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。クータ真後ろにとどまるのやめてくれるかい。クータジャスティス。今日も塩入りさやでございますよ。今日は塩入りさゆだな。今日のお湯は朝沸かしたやつなんでね、十分冷めておりますよっていう感じ。明日の朝まであったかさキープできるのかしらっていうところが、ちょっと疑問だわっていう感じね。今日はさ、おしるこ昨日作ったからさ、ね、おやつでもおしるこを飲んで
なのでね、あんまりコーヒーを、ガブガブ飲むっていうことがなかったので、お湯がね、余り気味だったっていうのかな。なので、今日は十分に冷めた白湯でございますよ。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、デザフェスの動画の編集を、先までやってて終わらして終わった一日だったので、話のネタが今日もございませんよって感じなんだけどな。で、そう、このチュールタイムがさ、鰹節になったのはさ、昨日だったっけ、備蓄品ね、小豆が、カビちゃってたっていうのでね、もうね、ダメだな、ビニールに入ってるやつはな、そろそろ、賞味期限切れてるやつは、消費していかないとダメだなっていうところで、で、鰹節もね、タンパク源っていうの、備蓄用のタンパク源としてね、取ってあったんだけど、今ね、ビニールに入ってるから、ちょっとね、使っちゃった方がいいかなと思ってさ。で、まあね、私用の鰹節なんだけど、なんかそこそこ美味しそうな感じのね、鰹節なんだけど、まあ人間が食べられるものはいっぱいあるけどさ、猫が食べられるものってあんまりないんでね。まあこれは猫が食べられるもんだからな。猫が食べられるもんは猫に回した方がいいかなと思って、それでね、鰹節を最近、昨日、今日とね、揚げてる感じなんでございますよ。でさ、なんか腎臓ね、腎臓にいい食べ物みたいな動画をさ、見てて、そうするとね、なんかね、魚介類みたいなんだよね。魚介類を食べてれば、なんかね、腎臓にいいみたいなんだよね。だから、にゃんこにもやっぱりな、魚介類をあげた方がね、いいみたいだなと思って。で、前はさ、ね、ペットには塩分は良くないからっていう話だったけどさ、そのね、減塩健康はどうなんだっていうので疑問をね、持ってたんだけど、やっぱり地球に生きてる生物はみんなね、塩分が必要だよっていうことで、じゃあ猫もね、減塩気にしない方のが、逆に塩をあげた方のがいいんだなっていうふうに思ったんで、だから前はそのさ、魚介類、海産物は塩分が高いからね、なんかあんまりあげない方がいいみたいに言われてて、それを信じてたけどさ、違うんだなと思って、だからもう気にしない気にしないでね、もうにゃんこにね、鰹節ね、あげて、もうね、これからはにゃんこにできるだけ魚介類、あげようかなみたいなね、感じなんだよね。てんたまさん、デザフェス動画楽しみです。ありがとうございます。楽しみにしてもらえてて嬉しいよ。大吉さん、藤子さん、てんたまさん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、猫さん的にチュールより、鰹節の方が美味しく感じるのでは、まあ、それはどうなのかわかんないけどね、答えたよ。こっち見てた。こっち見てたよ。ねえ、まあ、わかんないけどね。どっちもまあ好きだと思うよね。鰹節も結構なね、食いつき具合なんで、どっちもにゃんこ的には好きなんじゃないのかな。そう、だからね、ぐーちゃんがね、意外とチュール好きじゃないわけよね。なんか食べ物は何でも好きみたいな感じのところあるんだけど、意外とぐーちゃんね、そんなチュール好きじゃないんで、そう考えると、鰹節の方がまんべんなくみんな好きだからね、なんか猫的にはもしかしたら鰹節の方が美味しいのかもしれないな。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。ヨッシーさん、こんばんは。ボンソワ。デザフェス映像は、店番があるのによく撮影する時間がありましたね。いや、あんまり撮ってない。あんまり撮ってないけどね。だからそんなに、なんだろう、動画として一本としてまとめられるかなっていうふうに思ったんだけど、
まあ、そこそこね、そこそこ、編集できたので、良かったよみたいなね、感じでございました。てんたまさん、ヨッシーさん、そうですね、そうなのよ。だから最初はさ、荷物がね、テーブルと椅子借りなかったからさ、その分ね、持ってく荷物が多いだろうから、そうするとね、2往復するのか、それとも2往復するには時間が足りないから、意地で両手で持っていくのかっていうのでね、そうするとカメラ持てないなっていうね、想定でいたんだよね。だけど、まあ、なんとか1個にまとめられたんで、だから2往復しないで済みそうだったんでね、じゃあ、カメラ持って撮影しながらね、行くかみたいな感じで。でね、なんかカニタンがね、カニタンさんが、なんだっけ、撮影するみたいだったから、そしたらね、その開催中の映像はね、他の人がきっと撮るだろうけど、出展者側でしか撮れない場面を、じゃあ私は担当すればいいんだなみたいな感じでね。だから、開催前と、開催後のね、動画を撮ってたっていう感じなので、開催中はね、ほぼ、撮ってないかなっていうね、感じでございましたよ。で、そうそう。で、そのね、デザフェスやったおかげで、ぬいぐるみはどうだ私はもう、あれかな、ぬいぐるみ作家は卒業かなと思ったわけよね。この売れなさ具合を見るとさ。で、缶バッジが意外とね、売れたところを見ると、で、ショップカード、ヨッシーさんがね、絵はがきって昨日言ってたカードさ、あれもね、始まる前にさ、周りのね、人にさ、渡したわけよね。で、後ろの人はもうすぐ完売しちゃったお店の人だけど、その人がね、この、写真だけは気になったって。写真だけは気になってたんですよって言われたんでね。だから、まあ、それがヒントかなっていう感じで、あ、もしかして、なんだ、フニータってぬいぐるみじゃなくって、なんだろう、写真集とか、なんかそっち系の方で、なんかね、世界に行くのかな、どうなのかなみたいに思って、だからね、で、私もほら、縫い物するとさ、手が痛くなっちゃうっていうのがあったじゃんか。ってことは、そういうお知らせかなと思って、で、今在庫がさ、いっぱいあるわけよ。でさ、全部さ、ほぼ種類が違うじゃんか。一個一個違うじゃんか。そう考えるとさ、量がいっぱいあって、種類全部違うから、でね、全部にね、人格とか、決めて、あの、やれっていう風に言われてたんだけど、まあ、おいおいって言いながらずっとやってなくてさ、で、この際、やるかなんていう風に思ったんだけど、写真で種類がいっぱいあるって考えた時に、あ、これって何オラクルカードまた苦手な紙系な、オラクルカード作ったらいいんじゃないかなってね、ふと思ってさっきさ。で、オラクルカード作るのってどうやってやるんだろうと思って調べたんだよね。でね、なんかオラクルカード、なんか5年ぐらい前の、情報でね、作り方みたいなさ、説明してくれてる、まあ、ホームページっていうか、あったからさ読んでたんだけど、なんかね、その時点で最低100万円からみたいなんだよね。作れねえなあみたいのでね、どうすっかなって感じ。まあ、その実物の紙がなくてもいいんだけどさ、なんかせーの、ドンみたいな感じで、なんかルーレットでくるくるくるみたいになって、で、ストップってすると、なんかね、出てきてね、そこに書かれてるメッセージが今日ね、おみくじ的な、なんかそういうアプリ的なものに、登場させるんでもいいんだけどさあって思いながらね、まあ、ひとまず、分かりやすい紙媒体のね、カードを作るには一体どうすればいいんだろう、いくらかかんだろうと思ったらな、100万からそうですか、みたいな感じでね、終わりましたっていう感じ。
だからそれ一個ずつさ、性格つけるんだったら、もうそこまでしてやった方のがさ、なんか利用価値があっていいんじゃないかっていうふうに思ったんだけどよ、みたいな、ところでございました。あとは、あとはさ、そのね、ホリエモンまでさ、昨日のさ、デザフェスのさ、納豆マフィン納豆マフィンのネタをさ、なんかね、拾ってたから、ホリエモンにまで拾われてて、羨ましいな。羨ましいな、ネタにされてな、みたいな感じだったんだけど、まあ、格好のネタにされててさ、はいはいっていう感じだったけどね、みたいな、感じで、だから、ってことはよ、ってことはよ、と思ってさ、無添加の砂糖半分の栗入り、マフィン作ったら、動画再生されるかなとか思って。マフィンってどうやって作るんだと思ってね。さっきちょっと調べてみたけど。で、今うちにあるのは、まあね、米粉なんで、できれば米粉で作りたいんだけど、あと、なんだっけ、ベーキングパウダーがないから、ね、重曹で作りたいんだけど、そうするとね、膨らまないんだよね、米粉もさ、重曹もな。だからどうしようかななんてね、思ってた感じでございますよ。で、強力粉もさ、一応ね、備蓄であるんだよね。だからそれもさ、ビニールの袋に入ってるから、あれもな、そろそろ使っちゃった方がいいかな、みたいなところなんでさ。まあ、強力粉なんでね、マフィン作るには、ちょっとどうなんだろうと思いつつ、まあ、小麦粉あるっちゃあるんだけどね、みたいなところでさ、だからね、最近小麦取るのはどうかなって思い始めてたところだけど、小麦の備蓄があるからさ、それをな、なんか今まだ、食べてるうちに使っちゃった方がいいかな、みたいな感じでね、マフィンの動画上げたら再生されるんだろうか、どうだろうか。それともまんま納豆マフィンを作った方のがまんま納豆マフィンを作ってみた方のがいいのかな、どうなのかななんてね、ちょっと思いましたよ。まあ、納豆マフィンはどうかな。まあ、どうかなって思うけどさ、今日味噌汁飲みたくなってさ、朝さ、味噌汁ね、春雨と小松菜でさ、なんか最初はスープ作るつもりでさ、水で戻してたんだけど、なんかふと、今日はなんか味噌汁の方が飲みたいなと思ってさ、味噌汁にしたんだよね。で、味噌汁と、お汁粉と両方あったんでさ、両方とも同じお椀で、飲んでたわけよ。同じお椀で飲んでてね。んで、お汁粉飲んだ後だったっけな、どっちだったっけな、に、味噌汁飲んだ時に、なんか、蜂蜜入りの梅干しの味がするって思ったんでね。なんか、お汁粉と味噌汁は大丈夫そうだな。なんか大丈夫そうだなっていう風に思ったんでね。マフィン、納豆マフィンどうかな。いけるかな、意外とね。だからそれの場合は糸引いてても大丈夫だよね。だからいいんじゃん、販売すれば。販売しちゃっても大丈夫じゃねみたいなね。で、なんだったっけ。てんたまさん。フニータはぬいぐるみだと思いますよね。今までそう思ってたんだけど、そう思ってたんだけどな、なんか、違うのかなと思ってさ。写真、だから次もし出るとしたら、ぬいぐるみじゃなくて、写真で出してみたら、ね、なんかちょっといいのかなとかさ、なんか思ったりとかしてたんだよね。でさ、そう、ヨッシーさんたちがさ、帰った後から、もう一向に売れなくてね。だから、カニタンさんが売ってくれた缶バッジを最後に
全くフリーター売れなくてね、もうほんと7時までの耐久戦だったわけよね。で、その間ね、もうあまりにも悲しくなってさ、悲しくなったんだけど、その絵本作家の人がさ、7年間、売れなかったっていうね、話を動画で出しててさ、で、その時の話を思い出したわけよね。で、ああ、そうかと思ってさ、7年売れなかったのに比べたらさ、なんだ、3時間ぐらいたったの3時間ぐらいでね、死にたくなってっからさ、だからね、もう7年に比べたら全然マシじゃんかと思ってさ、んで、まあ、なんとか気を取り直していたわけだけれども、そんな時にね、なんかぬいぐるみじゃないのかなとかさ、いろいろね、考えてたんだよ。で、ホリエモンが何言ってたかっていうと、なんか、昔、大福事件があったらしいんだよね。給食で大福が出たのかな、なんか給食じゃないのかな、なんか小学校だかなんかでね、なんか大福が出たらしいんだよね。で、白あんと黒あんとあったんだって。で、白あんの方は大丈夫だったんだけど、黒あん食べた子がなんかみんな死んじゃったっていうのかな。なのでね、えっと、その、食品添加物の大切さ、まあ、確かにそうなんだよね。冷蔵庫が復旧したおかげで、食中毒で亡くなる人の数が、圧倒的に減ったっていう話でさ、あ、そうなんだねと思って。だからね、腐ったものを食べるっていうことはね、人間結構やってたみたいでさ、それで死んじまってたみたいなんだよね。で、あ、そうかと思ってね。でね、冷蔵庫が復旧したおかげで、その食中毒で亡くなるっていう人はね、もう圧倒的に減ったよっていうので、そうかなんて風に思ってたんだよね。で、だから食中毒舐めちゃいかんのだよなっていうのはさ、改めて、ああ、そうだったよなっていうことは、まあ思い出したけどさ、だからまあね、食品添加物は大事だっていう話をさ、ホリエモンは歌ってんだけど、まあそれも一理あるんだけどね、確かにね、それは一理あるんだけど、君も偏りすぎなんだよねと思ってさ。なんかね、無添加とかにこだわってる人たちのことを、あいつらアホだ、気が狂ってる、意味がわかんねえっつって散々文句言ってたんだけど、その動画ではさ。まあね、君の立場だったら、まあそういう風に見えるのかもしんないけど、まあとにかくどっちも極端だわと思ってさ、はいはいみたいなね、感じだったんだよね。ヨシエさん、フニータ模様のセラハンテープなんか人気出そうですね。ああ、なるほどね。なんて言うんだっけ、それって。マスキングテープだったっけ。ね、すずりで出してくれるといいんだけどな。そういうテープ系とかはないのかな。てんたまさん。デザフェスの動画いろいろ見ました。けど、結構ガチな方がいて驚きましたね。そうだろう。だからさ、それと比べちゃうと、本当な、なんて言うんだろうな。また自分責めが始まっちゃうからな。だからあんまり、必要な時以外はね、見ないようにしてる感じかな。みんなね、ちゃんと覚悟を持ってやってるよな。だから、まあ、だから売れるんだろうしさ。ね。で、また自分責めが始まるな。やめよう。この辺でやめとこうみたいなね、感じかな。それで、大福事件の話してたのか。ね、大福事件の話がね、なんで白あんの人は大丈夫で、黒あんの人が大丈夫だったかっていうのがゲーっていうね、話なんだけど、なんかネズミがいて、で、白あんの方は、糞はね、黒いからさ、目立つんで取り除くことができるんで、取り除いてたんだけど、黒あんの方は、わかんないから、見た目にわかんないから、そのままにして
で、提供してたらしいんだよね。で、その黒あんの大福食べた子たちが、ね、みんな死んじゃったよって、まあ、みんなかどうかわかんないけど、結構な数死んじゃったよってね。で、まあ、それも身勝手な、理由だったんだよねっていうね、昨日は X で読んで、で、その大福事件っていうのと身勝手な理由だったんだよねっていうね、話だけだったんで、どういう事件だったのかなっていうのが分かんなかったんだけど、まあ、そのホリエモンの動画を見たおかげでね、その、理由が分かってよかったよみたいなね、そんな感じでございました。えーっと、結構ガチな方いてね、みんな結構ガチよね。で、私もさ、最初ね、まあ、一番最初はさ、ハンドメイド、マルシェに出した時にね、他の出店者に、ね、デザフェスに出したらいいよって言われて、で、まあ、なかなか出さずにいたんだけどね、その動画見た時にさ、一個も売れなかった、理由を考察みたいな動画を出してる人がさ、何人かいて、ああ、ずいぶんね、一個も売れなかったのかと思ってさ、それでね、ちゃんと動画にね、まとめようとしてるところが、ね、素晴らしいなと思ってね、みんな、ね、頑張ってるなと思ったらさ、私もデザフェス出すかってね、気になったんだよね。それの動画を見たおかげでね。だからまあそういう動画もね、出してくれたおかげでね、経済動いたから素晴らしいじゃないですかっていうね、感じ。で、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうで、まあ、備蓄でさ、餅があるじゃんか。で、お汁粉ね、昨日小豆煮たんでさ、じゃあ餅入れて食べっかなと思ってね。で、備蓄に餅あるから、ただ餅はさ、まだね、賞味期限長いんで、持つはずなんだけど、まあ、うちにせっかくあるからね、それ使って食べるかと思ってさ、備蓄から今度は餅をさ、物色し始めたわけよね。だから昨日整理してたところとは違うところの箱をさ、開けたんだけどさ、そしたらさ、そこにはご飯、レトルトっていうのかな、レンジでする用の、パックご飯っていうのかな、が、入ってる箱だったんだよね。それと餅と、あとは後から買ったいろんなものをボン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 ね、それに、上に乗せて入れてて。で、それの底にね、リンゴジュースがあったんだよね。なんかね、その、被災した人が、ね、本当は、欲しいけど欲しいって言えなかったものが、野菜、果物、スイーツみたいな感じなんだよね。だから、ああ、そっか、リンゴジュースとかね、あった方がいいかもと思ってさ、買ったんだけど、見事にね、賞味期限切れててさ、あ、賞味期限切れてた。リンゴジュースあったね、忘れてたみたいな感じだったんで。だから発掘してよかったなと思ってさ、これもね、ぼちぼち飲まなきゃな、結構大量に買ったな、みたいな感じでさ、リンゴジュースいっぱいあったんだよね。まあちっちゃいパックのだけどな。で、それがあって、で、それ発掘して、で、あとはそのパックご飯がさ、意外とあれ賞味期限短いのな。なんか全部賞味期限切れてて、ああ、なんだそうかと思ってさ、これ持たねえなって思ってね。なので、まあ、これらのものもね、ぼちぼち食べて、で、ローリングストックだねと思って。まあ、1個か2個ぐらいね、買い足しといた方がいいかなって感じで。で、餅はね、全部まだ切れないんだけどって感じで。今日はだから意外と、リンゴジュース発掘したのと、そのパックご飯が全部賞味期限切れてたっていうことにね、衝撃を受けたのと、
あとは、なんだったっけな、あとはね、その上にボンボン乗せてたのにさ、アルファ米のね、白米なんかもっと買った気がすんだけど、全然ねえなと思ってたらさ、そこに入ってて、あ、白米あったよかったみたいな感じでね、発掘できたのが今日は良かったよっていう感じ。大工さん、はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。吉井さん、デザフェス全体的に見ましたが、人は多いけど、ほとんどの店舗はほとんど売れてなかったですね。なんかそんな感じしたよな。逆に売れている店舗は行列です。そうそうそう。売れているのは YouTube や Facebook など人気のキャラ関係でそうなんだよね。だから、事前にね、その PR 活動もやっとかなきゃいけないんだけどさ。まあ、とにかく隣の人の行列はね、LINE スタンプ、有名な LINE スタンプの人だったらしいからさ、あ、そりゃそうよね、みたいなね、感じそうだから、売れてる人はそうやってね、なんかしらある人よね。で、それ以外の人はなんか全然売れてなさそうな感じだったよね。だから、まどかさんがさ、店番してくれてる時にさ、ね、どうもトイレのマークあるから、その辺にあるのかと思ってさ、行こうと思ったらね、見逃して、ぐるっと回って、全然遠くに行っちゃった時さ、他のブースもね、ついでに見てみたんだけど、なんか全然ね、なんか売れてなさそうなね、感じだったよね。で、まあ前のブースもさ、なんかハス向かいは、多分なんか PR かなんかでね、なんか物を売る気はなさそうだなっていう感じで。で、まあ向かいの人は一応売れたらいいなぐらいな感じではいたんだろうけど、なんかね、なんだっけ、プラモデルみたいなものを売ってたんだよね。だからそういうの好きな人には確かにね、PR にはなるかなと思うんだけど、一般的にはそんなにはなんかあんまりね、興味そそられなさそうな感じだったんだよね。で、あとなんかね、すげえリアルなぬいぐるみを売ってる人がいたんだけど、まあ多分ね、ものすごく高いのか、なんかね、作品に触らないでくださいって書かれてたんだよ。なんかね、触りたくなるような感じのものを売ってるのに、なんか触らないでくださいって書かれてるから、ちょっとね、触れないのに買おうっていう気にはなんないだろうからね。あれもだから、売ってなかったのかもしんないな。もしかしたらね、その PR 的な感じで出店してたのかなみたいな感じで。とにかくね、向かい側のお店は全然売れてなさそうな感じだったんだよね。で、まあ、とにかくこっちとさ、そっちがさ、大行列で一瞬にして売り切れてるような店だったからさ。で、他のところはね、なんかね、売れてなさそうだったんだよね。で、隣の人は意外とぼちぼち売れてたんだよね。まあ、一個一個が値段がさ、そんなに高くないんで、売上的にはどうだったのかなとは思うんだけど、個数的には多分ね、うちよりもね、売れてたと思うんだよねっていう感じなんで、まあ、そこそこちゃんとね、商売してたのかなっていうね、状態で、なんかよそは全然ね、なんか売れてなさそうな感じしたよな。よしさん。暗いブースはかなり綺麗な電球照明等があるのだろうなと期待してましたが、不気味なもの、魚の骨の、瓶詰などが多かったです。あ、そうなんだね。なるほどね。てんたまさん、まどかさん、店番されたんですね。そう、店番するっていう風に言ってくれてたんだけどさ、全然ね、まあ、トイレ行きたくならなかったんだよね。ただ、まあ、ちょっと目が疲れちゃって、とにかく人の流れをさ、ずーっと見てるからさ、なんだろう、酔っちゃって、人に酔っちゃって、なんかちょっと辛いなみたいなところがあったんでね、まあ、ちょっと気晴らし的によそに行けたところはね、良かったかなっていう感じだね。
てんたまさん、フニータは女子中高生に受けると思うんですけどね。そうそう、だからね、やっぱりね、子供向けかなみたいなね、感じ。前にうちの、近所っていうかさ、地元のそういうね、朝市があって、それにね、出店したことが一回あんだけど、その時は子供が来ればね、売れるんだよね。子供がこれ欲しいって言えば、親が、なんで欲しいのって聞くんだよ。で、理由を言えたら、買ってあげるみたいな、なんかそういう教育をしてるっぽくてさ、なんか子供が欲しいって言えばね、買ってくれるんで、意外とね、売れたんだよね、思ったよね。だからそれは PR のつもりで、出して売れるとは思わずに出したんだけど、意外とね、売れたんだよね。だからね、それよりも、デザフェスの時の方のが、食いつき悪いっていうのかな。なんかやっぱりぬいぐるみ、大人が買うっていうには、なんか理由がないと買えないみたいなんだよね。自分が、欲しいと思って買うっていう感じじゃないみたいなんだよね。なんかデザフェスに出せば、そういう人が買ってくれるのかなって思ったんだけど、意外とそうじゃなかったなっていうのがね、なんか分かったなっていう感じだったね。吉井さん、てんたまさん、確かに女子たちが可愛いと言ってました。そうそうそうね、可愛い可愛い言ってて。だからさ、隣も可愛い可愛い言われてて、で、こっちも可愛い可愛い言われてたんだよね。だから、あれフニータ可愛い言われないなと思って。フニータ可愛いって言われないで、なんかどっちからもスルーされてるだけだなっていうのでね、あれ、これはぬいぐるみじゃないのかなっていうふうにね、思ったわけよね。てなわけで、大吉さんからラインディリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。またごぼういっぱい抱えてんね。ごぼうを食べろっていうことですかね。昨日といい、今日といいな。これ何本あんだ ?10 本あんのか？昨日何本だったっけ？ 8 本ぐらいだったっけ？昨日よりもごぼうの本数が増えましたね。はい。いっぱいあるな。しばらく大丈夫だね。蓄えろってことか？備蓄しろっていうことかしら？ねえ。食べても、まだまだなくならなそうな感じのカードだもんな。ワンドこれ。ワンドの、10。ワンド10の、今日も逆位置か。全然まさん、ヨッシーさん。やっぱりフニータは女子に刺さるんですよ。女子に刺さる謎なんだよね。だからさ、昨日じゃない、それもさ、意外と男性が多かったというか、半分男性だったかな、買ったのが。だからさ、ってことはよ、男性に刺さるように、販売、方向をさ、転換していかないと、これ売れないのかなみたいな感じだよね。大概そうなんだよ。だからフニータのレースの時もさ、男性が半分ぐらいだったんだよ。なんか知らないけどね、私はどんな動画を出してもさ、どのチャンネルもさ、男性の視聴者が多いわけ。なんでよって感じなんだけどさ、それがね、謎なんですよ。ワンド10、絵柄の意味、世界観。10本のワンドを男性が重そうに運んでいます。あなたは多くの理想や熱意を抱え込んでしまい、少しプレッシャーを感じているのではないでしょうか。あなたが重荷を背負いながらも達成したい目的はどのようなものですか？テーマ、プレッシャー。
ワンドの10、数字の10はレベルアップを表します。レベルアップを目指すために多くの理想や熱意を抱え込んでしまい、プレッシャーのしかかっている状態を意味します。10本のワンド、情熱や理想、目的の象徴。ワンドを運んでいる男性、10本のワンドを重そうに運んでいることから、自分の許容範囲を超えた、理想や熱意を抱え込んでいる。赤とオレンジの服。赤は自主性、オレンジは、動的エネルギー。男性は自らの意思でワンドを運んでいる。街、理想や目的を達成するためのゴールを表します。物語、火のエレメントに属する理想や目的、情熱の象徴。数字の10はレベルアップを表す数字。9で完成した物事は10へ進むことでさらなるレベルアップへの道を歩み始めます。次のレベルへ達成するために多くの理想や熱意を抱え込み、少しプレッシャーがかかっている。あなたがプレッシャーを抱えながらも成し遂げたいと感じる目的はどのようなものでしょうか？はい。逆位置。逆位置全体。あなたは今自分一人では抱えきれないほどの重荷を背負っているかもしれません。目的を達成させるためには、熱意や理想などのエネルギーが必要です。しかし、自分を追い込むほどのエネルギーを抱え込んでしまうと、目的を達成する前に息切れしてしまうこともあります。あなたのペースを大切にしながら、着実にレベルを上げていきましょう。はい。仕事、金運。仕事はオーバーワークに気をつけたい。あなたは今たくさんの仕事を抱え込み、キャパシティオーバーになっていませんか？あなたの給与量を超える仕事に悩まされた際は、遠慮することなく周囲に助けを求めましょう。金運は少し注意が必要なとき、借りたお金の利子が膨れ上がり返せないほどの額になってしまうなんてケースもあります。お金を借りる必要があるときは慎重な検討を意識すると安心です。はい。ウェイトの解釈。主な意味は圧迫。10本のワンドを両手いっぱいに抱え込んで、なんとか足を前に進めてはいるものの、これ以上持つことはできないという様子です。ワンド10の大きな熱意や理想を抱え込み、圧迫されている状態。圧迫されながらも諦める素振りは見せません。自主性を表す赤と動的エネルギーのオレンジを着ています。大きな熱意や、理想に圧迫されながらも目的地へ向かう意志を燃やし続けている。私たちは自分の力を押し量れず、手に余るほどの物事を抱え込む場合があります。プレッシャーや重圧に負けてしまい気持ち半ばで目的地へ向かう道が途絶えることもあるでしょう。一方で、自分が心から成し遂げたいと感じる目的のためなら、プレッシャーを抱えながらも、諦めずに前進できることもあるのではないでしょうか。自分の目的を達成するためなら、プレッシャーに負けず前進する強さも必要なのだと、10は教えてくれています。ってなわけで、どういうことだった？逆位置の解釈は、プレッシャーを背負い込んでる。あなたのペースを大事にしながら、着実にレベルを上げていきましょう。はい。助けを求めましょう。っていう感じか。じゃあ、本日のタロットカードの意味、調べるの回は、プレッシャーに押しつぶされそうになっているけれども、人に助けを求めましょうっていうカードだったんでしょうかね。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。やっぱりフニータは女子に刺さる。天玉さん、藤子さんは男子に刺さって、フニータは女子に刺さるんですよ。中途半端なんだな。中途半端なんだな。ヨッシーさん、天玉さん、多分そうですね。
ヨッシーさん、私が店番しても一つも売れない自信があります。どうかな。まあ、ぬいぐるみだから、いや、でもおじさんだと、逆に女子が、安心するから、なんだろ見やすいっていうのかな。手に取りやすい、雰囲気は出せるかもしれない。だからさ、みんなが店番してる時はさ、ちょっとしか席離れてないのにさ、売れたじゃんか。で、私が店にいるとさ、全然売れないわけよ。で、君たちが桜として店に立ってた時だけ売れたわけよ。だから私店番してるとね、なんかダメっぽいんだよね。てんたむさん、よしーさん、そうなんですよ。昨夜のごぼうが、収穫されたカード、そうだね。降ってきたから、それを拾って重いよっていう感じだな。見事にまとまったな。整ったっていう感じだな。そうで、今日さ、話のネタないから、なんかネタないかなと思ってさっき見てた、動画がね、ちょっと興味深かったっていうか、もう面白いかなと思ってね、話そうかなっていう感じなんだけど、それが何かって言ったら、なんかマヤ文明マヤ文明では、えっとトウモロコシから人間は作られたっていうことになってるらしいんだよね。で、私それ初耳だったんで、へえ、そうなんだっていう風に思ってさ。ねえ、だから、なんだろう、どういう話なんだろうと思って。で、その人は本人っていうのかな、トウモロコシに話聞くことがね、できるわけよね。だからそれで聞いて、それは本当なんですかって話をね、聞いてたんだけども、そしたら昔はトウモロコシって今みたいな形ではなかったよっていうのでね。で、なんだろう、ちっちゃい、なんかね、こんな植物で、人間用にね、改良されて、で、今の形になったよと。ただその改良は、人間が地球で生きていく上で、工夫するには、許されてる改良だったみたいなんだよね。だから今の形として、残ってるみたいなんだけど、で、そのトウモロコシに聞くと、俺が我で我が全部だみたいな、なんかよくわかんないけど、なんかそんなことを言ってて、で、それを深掘りして聞いてみたら、なんかその地球に物質が降りてくるっていうのが、この地球っていう星は、いずれ人が多くなって滅びていくっていうね、運命を持ってる星だったらしいんだよね。なので、その物質っていうのかな、素粒子っていうのかな、が、降りてくるときに、人間として、降りてきた、えーっと、物質っていうのかな、と、あとは人間として、物質として降りてこずに、そのまま残ったっていうのかな、意識体と、なんか両方あって、で、それの、パイプ役を担っているのが、なんかトウモロコシらしいんだよね。だからトウモロコシから人間が作られたというか、そもそもこの、物質っていうのかな、が、トウモロコシでもあり、人間でもありっていう感じなんで、だからトウモロコシから作ったっていうか、どっちもだよみたいな、なんかそんな話でさ、へえ、そうなんだと思って。で、トウモロコシっていうのが、そのね、バランス、なんか俺が、全部でみたいなこと言ってるっていうのが、その、トウモロコシの細長い、縦のね、エネルギーが、男性性で、柔らかいヒゲが、女性性で、両方でね、合わさって、なんだ、中立っていうのかな、調和の取れたバランスの、良くなった、食べ物だよみたいな話で。だからそんなことも、頭に入れつつ、ありがたく、食べたらいいんじゃないでしょうか、みたいな話でね。へえと思って。
初めて聞いた話だったんでね、なんか面白いなと思って、さっき聞いておりました。えーっと、ヨッシーさん、カッパに変身中のおじさんが、これ可愛いですよ。と言っても、不気味。そうなのかな？そうなのかな？カニタンさん、フニータにカードのポケットをつけてくれると、スイカでタッチするのが楽しそうというアイデア。そうそう、私もね、時々フニータの背中にさ、なんだ、ポケットつけようかなっていうか、一回つけて作ったことあるんだよ。ギリだったんだよね。ギリギリだったんだよ。スイカのね、カードを入れる大きさ、ギリギリのポケットがね、つけられる幅だったんだよ。だからね、作るのね、すごい大変だったんだよね。でも、時々さ、ここにポケットがあればね、あれが入れられるのに、これが入れられるのにって考えることもあるんで、やっぱりポケットつけようかなって思いつつ忘れちゃうんだよね。忘れちゃうんだよねって感じ。あとはそこにさ、北海道入れればね、あったかフニータあったかフニータになっていいかなと思って、なんか北海道入れられるよっつってね、なんか売ろうかなって思ったりしたこともあったな。てんたまさん、カニタンさん、それはナイスなアイディアですね。そうで、ちょうどそのポケットね、フニータの幅ギリギリにポケットをつけて、で、そこにアイスノンだったかな。アイスノンっていうか、保冷剤か。保冷剤を入れて、で、ぐーちゃんの顎の下にね、入れてやったんで、そしたらね、ちゃんと使ってくれてたんで、猫のね、夏の、涼しむアイテムとしてね、顎枕フニータにしてね、使ったことがあるよっていう感じかな。だからポケットがあれば、そうね、使い勝手が人それぞれでね、あるかもしれないから、もし新しくフニータを作るんであればね、ポケットつけてみてもいいのかもね。それか今あるやつにつけてみればいいのか。後付けでな、ちょっと強度は低くなるけど、後付けでね、手縫いで、つけてやれば、つけらんなくはないからな。それでポケット付きつって売ってみたらいいのかもしれないね。えーっと、カニタさんじゃない、てんたまさん。通学する学生さんや OL がリュックやカバンに下げられるという。ああね、下げてくれるかな、おっきいの。大きいからさ。だからもっとちっちゃくしてくれって言われるわけよね。それで大きいのとちっちゃいのがあってさ、ちっちゃいのが誕生したわけだけれども、あれね、もう大きさ限界なんだよね。あれ以上小さくはね、作れないわけ。布ひっくり返すのにさ、ひっくり返す口がないとダメなんだけど、その布の厚みがあるからね、これ以上この口を小さくすることはできないわけよね。そうすると、あの大きさが限界なんで、で、これよりちっちゃいのって言われるんだけど、いや、もう作れないって言ってね。なのでね、なかなかちっちゃいの作ったんだけど、それでも売れないみたいな感じなんだよね。そうで、リュックとかにつけられるように、で、紐つけてくださいって言われてね。紐つけたりとかするんだけど、で、紐つけたんだけど、つけたところで特にね、売り上げ上がったかっつったら全然なくて、なんか紐あんまり関係ないかみたいな感じだったんでね、なんかつけたりつけなかったりとかしてんだよね。カニタンさん、いいですね。楽しそう。ポケットかな。てんたまさん、大きいからいいんですよ。ねえ、なんかぬいぐるみとして使うんであればね、このつかみ心地としたら、大きい方のがね、良さそうな感じなんだけど、なんかね、小さい方のがいいらしくてさ。でも小さいのってね、作るの大変なんだよね。なので、それなのにさ、ほら、料金大きいのと一緒にできないんでさ、なんか割が合わなくてな。
みたいなとこがあって、ただ割が合わなくてもそれでね、喜んでもらえて、売り上げ上がるようだったらいいんだけどと思いつつさ、そうでもないのがさ、もうなんか他にこれ原因あるはずよねっていうね。また自分責め始まるな。てなわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。そんなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。